こんにちは、MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。今回は、3ドライバーモデル、KB や KB2208、ベッカー、KB やのバードシリーズね。ラーク、ヤビン、ローズフィンチスザク、あと価格帯は違うけど、ダパーズ、ハチドリとかね。今回はベッカー、キツツキ。鋭いくちばしのような鋭い攻撃だったりするのかな？そうね。なんかイメージとしては鋭そうに思えちゃう。割と最近、バンディ T モデル、ストームのレビューをしましたね。ドライバー構成が大きく違うので、ストームとは音質の傾向も違いましたか？かなり違くて、第一印象でちょっと引き込まれたね。カラッとしたドンシャリ系サウンドなのかなって思ってたけど、全然違った。どんな風に違うの？それはこれからってことですよね。そうだね、早速見ていこうか。はーい。パッケージ内容は必要最低限で、写真の通り。価格が4500円ぐらいで、期限はわからないけど、Amazon では 10% オフのクーポンがついてるわ。ちょっと背伸びしたエントリーモデルって感じかしら。重さは片側実測 6.3g で少し存在感を感じます。フェイスプレートカバーが3色展開になっており、亜鉛合金でサンドブラスト加工になっています。ベース部分は表面研磨加工の樹脂製だと思います。大きさも厚みも特筆するようなこともなく、標準的なので、装着感で気になるところもありませんでした。ドライバーはまず 10mm ダイナミックタイプ、複合バイオダイヤフラム。そして独立した2つのカスタム BA がノズル部ではなくノズル部下ダイナミックドライバーの横に配置されてる。これは音質の傾向に影響してるっぽいね。他 BA ハイブリッドモデルは最近あまりリリースされなくなったけど 2BA ぐらいだと逆に新鮮に感じる。音質が気になりますね。サウンドチェックに行きましょう。今回は同じ KB イヤーの 4BA プラス 1DD モデルロビンと一緒に聞いてみるよ。イヤピは久しぶりにセドナイヤーフィットライトを使おう。バンドルイヤピと大きな曲線の違いはなさそうだし、セドナイヤーフィットライトで聞きたいかなと直感的に思ったのでね。音質調整は最近試みてるパターンで2つの波形を足して平均化したものを基準にしているので、どちらかに偏った調整にはなってないよ。差分比較には案外この方法もありかもしれないと思ってやってるけど、もっといい方法があったらそのうち変えるかも。ケーブルはバンドル品の4コア OFC ケーブルね。はい、了解です。ではサウンドチェックです。音量上がります。はい、サウンドチェックでした。新しい音質調整方法だと違いそのものは以前より少し分かりづらいですか？そうだね。基準を中間にした分差が縮まったように聞こえるからね。以前はある帯域で差分が基準に対して5あったとしたら、今は基準に対してプラス 2.5 マイナス 2.5 という聞こえ方になるからね。なるほど。それでも愛は違いが分かったので少しは耳が鍛えられたかな？そりゃそうでしょうね。じゃあ比較波形見ながら違いを見てみようか。はい。こんな感じなんだけど、シンプルに言うと低域と中高域の差になるよね。
ロビンは低域が結構出るタイプで200から 100Hz にかけてもよく出てる。ペッカーはそこまで強調してなくて最近のトレンドのような出方で少し抑えた感じ。でも中高域が少し弱めなので低域は波形で見るより印象に残る。ロビンの中高域は 2kg 過ぎと 4kg あたりに小さめなピークがあってペッカーのキャラとは正反対。これはサウンドチェックでも違いが分かったと思う。ロビンの出方が特に強いわけではないけどペッカーとの比較では中高域は太く明るめ。ペッカーは 2kg 過ぎの立ち上がりが緩やかで小さなピークが 3.5kg ぐらいの1箇所。6kg あたりの減衰も大きめなので 7kg あたりのピークがペッカーの方が出ていたとしても太く明るい広域に感じるのはロビンといった感じだね。波形以外で感じたのはロビンの方が音の輪郭がはっきりしている。ペッカーの方がサウンドステージが広い。ロビンの方が 4dB ぐらい大きく出るといったところ。ペッカーの音質の印象は低域。ベースラインの聞こえ方はちょっとはっきりしなくて少しラインが追いにくい。ベース自体の低位が真ん中でなく両サイドにいるような錯覚に陥る。ドラムのキックもあまりタイトには感じない。中域、中高域 2kg 以降の立ち上がりが遅くこの帯域はあまり前へ出てこない。高域、細くシャリッとしたキャラクター、もう少し抜けてほしい。その他ペッカーは不思議な広がり方で全体的に音が太い。分離や解像感はあまり高いと思えない。低域から中高域までウォームで高域だけ細くシャリッとした印象。ゆったり聴くにはハマりスピード感のある曲だと鋭さに欠けるという感じ。あんまりいい印象じゃないんでしょ。なんか歯切れ悪いもんね。こんなもんなのかなとちょっとがっかり気味なので試しに広域の出やすいと感じているケーブルに交換して聞いてみた。その結果は聞いた瞬間から違いが分かるほど広がりが増し増し。輪郭はっきりでも程よく曖昧さも残ってる。広域の抜け方もよし。鋭いくちばしのような印象を中高域から広域に感じることはないけどボーカルが刺さることもなく上品。なんだ、バンドルケーブルだと本領発揮できてなかったのね。そうだね。最初に感じたネガティブな印象が吹き飛んじゃったよ。というわけでリケーブルおすすめします。いくつか試してみましたけどこれが一番効果を感じたので気になったらチェックしてみてください。概要欄にリンク貼っておきます。ペッカーの広がりは最初から心地よかったですけどリケーブルしたらすごいですね。これは買っておきます。そうだね。 2BA でも広域特にきつくないしいい感じだね。ただしリケーブル前提ね。そうだよ。ということで3ドライバーモデル KB や KB2208 ペッカーのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。